はいどうも、まさしみチャンネルです。いつもとねちょっと始まり方が違うじゃないかって思う人たくさんいると思うんですけれども、この動画を投稿した、昨日になるかな、4月13日作詞みを、投稿しだして、2年経ちました。イエーイはい、まあ去年もね1年前も1周年記念の動画出したんで、せっかくなんでね一応2周年記念の動画も出しておこうかなと思って今ちょっと、撮ってるんですけれども、なんか俺のなんかね自分の中のこう思いとか感想は動画の最後に喋ろうと思ってるんで、興味ある人はそっち見てください。でせっかくなんで今日の動画はですね、まさしみが個人的に選ぶ今までのキャラクターベスト5を、発表したいと思います。こういう企画の動画1回も撮ったことなかったんで、せっかくのね2周年なんでいいかなと思って、なので今日の動画は結構ねファン向けというか結構ゆるっとした動画になると思うので、普段ねアフレコ楽しみにしてる人とかなんか、検証系とかねそういうのが、見たい人はねちょっと今日は、僕の、個人的なね自己満にちょっとお付き合いください。ではキャラチェンジをねちょっとしないといけないので、僕の姿は一旦これまでということでベスト5から発表していきたいと思います。それではどうぞ。はい、第5位はですね、あかねちゃんと音谷くんです。ほんとね俺ってもう2年間やってるからもういろんなキャラいっぱいいるんですけれど、なんでね音谷くんとあかねちゃんを選んだかっていうと、この黒木音谷くんは本当にね俺が今までやったキャラクターの中で一番まとも本当一番まともです。本当変なね変なこと言わないし、本当にちょっとクールですごくねでも本当優しくって好青年なね本当美少年って感じなんですけれども、ただいい意味でも悪い意味でも普通のお話にしかやっぱりならないっていうのがすごくちょっと難点だったかなと思います。だからなんか数字的再生数的な意味でもねちょっとやっぱり伸びにくかったりはしてたんですけど、それでもね結構好きって言ってくれる人もねたくさんいて嬉しかったです。であかねちゃんは音谷くんと付き合うまではすごく妄想が激しいね女の子で、その妄想の回想シーンを作るのがね俺的には結構ね楽しかったですね。ただあかねちゃんはね見た目は結構派手なんだけどめちゃくちゃいい子なんでね、本当に女性としてはね僕的にはもうすごく魅力的な、女の子になったなと思います。また妄想しよっかな。ダメですよ、僕がいるんですから他の人のこと考えないでください。第4位はですね、れいちゃんとめいちゃん率いる佐藤ファミリーです。なんでれいちゃんとめいちゃんたちを選んだかっていうと、まずこれもね結構初挑戦なことが多くって、れいちゃんとめいちゃんはまずね、皆さん知ってると思いますけどこの2人は NPC キャラなんですよね。やっぱりプレイヤブルキャラじゃなくて NPC キャラって当たり前ですけど動かせないじゃないですか。だから動かせないねキャラクターをメインとして扱うのって本当に物語ではすごく難しいと思うんですよ。ただなんか赤ちゃんキャラだったらなんとかいけるかなと思ってなんとなくやってみたら結構、皆さん気に入っていただいてるみたいで嬉しかったですね。でなんか適当に選んだのかなと思いがちかもしれないんですけど、意外とそうでもなくて、このれいちゃんの顔もねちょっとほら、つり目になっててちょっとなんか若干、しっかりしてそうというかねちょっときつそうな性格かなって一瞬見た目的には思うじゃないですか。でこのめいちゃんの方は、なんかおっとりした可愛らしい顔にして、それでなんか、性格の違いを、出せたらいいなと思って選びました。でなんといってもねやっぱこう達也くんといくみちゃんが、いるわけなんですけれど、何より家族のお話っていうのをやったのが初めてだったんで、そこが結構皆さんにも、気に入っていただけたポイントかなと思います。まさしみさんに第4位に選ばれたぞ、ちゃんとありがとうって言いなさい。レイ1位がいいパープ。ほんと強い子だな。第3位は手錠さんとランコちゃんです。
まあこの2人を選んだ理由としては、まず手錠さんってめちゃくちゃ古参キャラなんですよね。本当に昔からいるキャラで、それでもなんかね、手錠さんの不思議なところはあんまりその人気が下がったり上がったりがないんですよね。ただ昔から見てる人はね気づいてるかもしれないんですけど、手錠さんってもうちょっとなんていうか、変態じゃないですけどちょっと変なキャラだったんですよ。ただこうランコとか、あとここ最近だったらね分かりやすく新人の、新米警官とかが入ってきて、後輩ができることによってちょっとずつねこう先輩としてのなんか意識が高くなっていって、真面目になっていってるんですよね。でランコちゃんはちょっと、天真爛漫なキャラだけど、すごく正義感にあふれた優しい女の子って感じですね。で結構ね、僕他のキャラでもよく言われるんですけど、あのキャラとかどうなったんですかとか、なんか例えば手錠さんだったら手錠さんのファンのオタクがいたんですよ。ただこのランコちゃんがねやっぱり登場して、どうしてもねやっぱ2つのキャラを、プレイヤーキャラを使い分けるっていうことがやっぱりこのゲームってできないじゃないですか。だからその辺の兼ね合いもあって、今はもうずっとランコちゃんを使うように、しました。これからも桜町の治安は僕たちが守ります。皆さん応援よろしくお願いします。第2位は大河くんと山本先輩です。この2人は1位じゃないのってね、なんか思った人いると思うんですけれど、あくまでも今の俺の気分的には、この2人を2位にしました。言わずもがな、僕のこのまさしみチャンネルのね作詞みの主人公です。結城大河くんは結城大河くん主人公で、本当にもう第1話からね、もう俺が初めて作った動画からずっと出続けている、キャラクターなんですけれど、もう大河くんと山本先輩に関してはね、もうエピソードが多すぎてね、なかなか、語り尽くせないですけれどね、もうそれこそ最初やっぱり南條さんが、好きだったりしてたし、山本先輩もね性格もねもっとなんか荒っぽいというか怒りっぽい性格だったしで、ただこの2人がいなかったらやっぱり僕もこのゲームでねアフレコをこうやってずっと続けれてなかったと思うので、この2人には本当に俺はもうすごく感謝してます。ありがとう。あと山本先輩は高校卒業してますけれど、大河くんたちねいつ卒業するのって思ってる人結構いると思うんですよ。で俺は来年もし、まだ続けれているのなら来年卒業させようと思ってます。だから今学年で言うと3年生っていう扱いにしようかなと思ってます。でちょっとした裏話じゃないんですけれど、結構例えばれいちゃんとめいちゃんいくつなんですかとか、翔太くんたちって何年生なんですかとか、そういうキャラクターの、設定ってあるじゃないですか。年齢とかの設定、実は俺一切決めてません。でそれにもただ適当というよりか、実はちょっとした理由があって、細かく決めすぎたら後で修正できないんですよね。そうなんですよ。もう絶対にその、年齢で歩んでいかないといけないっていうやっぱ縛りができちゃったら、動画がね結構やっぱ俺って投稿が多いから頻繁にやっぱ作りにくくなるっていうのがやっぱデメリットだと思うんで、いい意味でも悪い意味でもそこは大雑把にしてます。ちょっと翔太くん起きなさい。私たちが1位に選ばれてるわよ。何？綺麗なお姉さんでもやってくるの？はい、というわけで栄えある第1位は翔太くんとみおちゃんです。でなんでこの2人を選んだかっていうと、もうなんといってもですね、僕は翔太くんがすごく好きです。はいもう翔太くんすごく好きなんですよ。やっぱり面白いし、あとなんかねいい意味で欲望に忠実っていうかね、ある意味一番素直なんですよね。だから俺自身も翔太くんを演じてる時に、翔太くんって悩み事とかなさそうやんなんかさ、そういうのがすごく羨ましいなっても思っちゃう。でも好き勝手しようとする翔太くんをちゃんと見張ってるみおちゃんとのねこのバランス感がすごくいいなと思います。ちなみに結構知らない人多いと思うんで言っときますけど、この2人は最初から付き合ってます。はい、もう付き合ってる設定で僕は動かしてます。結構前の動画で、2人のなんか10年後みたいなのも確か、作ったりしたと思いますので、よかったらそっちも、興味ある人は見てください。
はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ本当はね、もう誰が1位とかないんですけれども、自分自身でやっぱり作ってるキャラクターなんで、もうそれぞれ本当に大事なキャラクターばっかりなんですけれど、ぜひね今日のコメント欄では、僕に、お祝いの、言葉と、皆さんのねなんか好きなキャラクターとかを書いてくれたら、後で、ゆっくり見ときますので、ぜひなんか書き込んでみてください。無事ね、2年目を迎えて次、3年目に向けて走っていくって感じなんですけれど、俺の気持ちとしてはなんかやっぱ1年2年ねすごく自分の中では頑張ったつもりなんですよ。でやっぱりでもちょっと頑張りすぎて、動画の投稿とかも多かったし、悩むこともめっちゃ増えました。正直悩むこともやっぱ増えちゃったから、この3周年に向けてはもうちょっとなんかマイペースにやっていこうかなと思ってます。他にねやっぱりやりたい活動とかもあるんで、そこと併用して、今後もね、続けていけたらいいなと思いますので、ぜひぜひね皆さんも、これからね、こっちのチャンネルも、ずっと見てくれてる人たくさんいると思うんですけれど、変わらず応援のほど、よろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。まさしむさん、今度 NPC キャラでランキング付けしてください。俺の予想ではお前かすがちゃんが1位じゃない？動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。